赤ひげの主人の家を出たブドリは、2時間ほど歩いて停車場へ来ます。そして、イーハトーブ行きの汽車に乗りました。イーハトーブに向かったのは、あの本を書いたクーボー博士に会うためです。汽車がイーハトーブ市に着いたのは昼過ぎでした。クーボー博士やその学校について町の人に聞いても皆知りません。結局、なんとかたどり着いたのは夕方近くでした。こんにちは。こんにちは。今授業中だよ。やかましいやつだ。用があるなら入ってこい。ああ、あれは博士の本にあった歴史の歴史を模型にしたものだな。これをこうやって引っ張るとこうなる。もう一回これをこう回すとこういう風になるんだ。どんなだとかよくわからんね。そこでこういう図ができる。ねえ、この先生は何て言うんですか？クーボー大博士さ。お前知らなかったのかい。初めからこの図なんか書けるもんか。僕でさえ同じ講義を6年も聞いてるんだ。今や夕べは遥かに来たり、石膏もまた前科を得た。諸君のうちの希望者は、けだし、いつもの例により、そのノートは拙者に示し、さらに数個の指紋を受けて所属を消すべきである。学生たちはほとんどが帰っていきました。博士は残った学生のノートをちょっと見ては一言二言質問し、白木で襟に号、再来、分例、いずれかを書きます。学生たちは襟に書いてもらった文字を友達に読んでもらい、喜んだりしょげたり。最後の一人、ブドリが小さな汚い手帳を出しました。よろしい。この図は非常に正しくできている。その他のところは、なんだ？沼畑の肥やしのことに、馬の食べ物のことかね。では問題に答えなさい。工場の煙突から出る煙にはどういう色の種類があるか。黒、かつ、黄、灰、白、無色。それからこれらの混合です。無色の煙は大変いい。形について言いたまえ。無風で煙が相当あれば、縦の棒にもなりますが、先はだんだん広がります。雲の非常に低い日は、棒は雲まで登っていって。よろしい。君はどういう仕事をしているのか？仕事を見つけに来たんです。面白い仕事がある。名刺をあげるから、そこへすぐ行きなさい。なんだ？ゴミを焼いているのかな？あなたがグスコ・ブドリ君ですか。私はこういうものです。い
イーハトーブ火山局技師天然ラームさん。さっき空母博士から電話があったのでお待ちしていました。まあこれからここで仕事をしながらしっかり勉強してごらんなさい。はい。ここの仕事は去年始まったばかりですが、実に責任のあるもので、それに半分はいつ噴火するかわからない火山の上で仕事するものなのです。いつ噴火するかわからない火山。火山の癖というものはなかなか学問ではわかることではないのです。我々はこれからよほどしっかりやらなければならんのです。そうなんですか。では、今晩はあっちにあなたの泊まるところがありますから、そこでゆっくりお休みなさい。明日、この建物中をすっかり案内しますから。次の朝、ブドリはペンネン老技師に連れられて、建物の中を一つ一つ連れて歩いてもらい、様々な機械や仕掛けを詳しく教わりました。その建物の中のすべての機械は、みんなイーハトーブ中の300いくつかの活火山や休火山に続いていて、それらの火山の煙や灰を吹いたり、溶岩を流したりしている様子はもちろん、古い火山でもその中の溶岩やガスの模様から山の形の変わりようまでみんな数字になったり図になったりして表されていました。激しい変化のあるたびに模型は別々の音で鳴るのでした。ブドリはその日からペンネン老技師についてすべての機械の扱い方や観測の仕方を習い、夜も昼も一心に働いたり勉強したりしました。そしてやがて火山の働き具合が手のひらの中にあるようにわかるようになってきました。ブドリ君、山武取は今朝まで何もなかったね。はい。今まで山武取の働いたのを見たことがありません。ああ、これはもう噴火が近い。今朝の地震が刺激したのだ。この山の北10キロのところには山武取の町がある。今度爆発すれば多分山は3分の1、北側を跳ね飛ばして、牛やテーブルくらいの岩は熱い灰やガスと一緒にどしどし山武取市に落ちてくる。どうでも今のうちにこの海に向かった方へボーリングを入れて傷口をこさえてガスを抜くか溶岩を出させるかしなければならない。今すぐ2人で見に行こう。君は、この山はあと何日ぐらいで噴火すると思うか？一月は持たないと思います。一月は持たない。もう10日も持たない。早く工作をしてしまわないと取り返しのつかないことになる。私はこの山の海に向いた方ではあそこが一番弱いと思う。そうですね。あそこには溶岩の層が2つしかない。あとは柔らかな火山灰と火山礫の層だ。それにあそこまでは牧場の道も立派にあるから材料を運ぶことも造作ない。
僕は工作祭を申請しよう。局からすぐ工作隊を出すそうだ。工作隊といっても半分は消し隊だ。私は今までにこんな危険に迫った仕事をしたことがない。10日のうちにできるでしょうか？きっとできる。装置には3日。山武取地の発電所から電線を引いてくるのには5日かかるな。とにかくブドリ君、一つ茶を沸かして飲もうではないか。あんまりいい景色だから。はい。ああ、空母博士の飛行船が。ああ、空母君がやってきた。お茶を呼ばれに来たよ。揺れるかい？まだそんなでない。けれども、どうも岩がボロボロ上から落ちてるらしいんだ。もうどうしても来年は潮汐発電所を全部作ってしまわなければならない。それができれば今度のような場合にもその日のうちに仕事ができるし、ブドリ君が言っている沼畑の肥料も降らせられるんだ。干ばつだってちっとも怖くなくなるからな。そうなったらどんなにいいでしょう。やるぞやるぞ。今のは三元取の町へもかなり感じたに違いない。今の僕らの足元から北に1キロばかり、地表北700メートルくらいのところで、この小屋の6、70倍くらいの岩の塊が溶岩の中へ落ち込んだらしいのだ。ところが、ガスがいよいよ最後の岩の皮を跳ね飛ばすまでには、そんな塊を100も200も自分の体の中に取らなければならない。そうだ。僕はこれで失敬しよう。じゃあ、私もこれから工作隊の方へ状況を見に行ってくるので、ここはブドリ君、一人になるがよろしく頼んだよ。はい、承知しました。さあ、電線は届いたぞ。ブドリ君、始めるよ。この時、山武取の煙は崩れるように空いっぱい広がってきましたが、たちまち空は真っ暗になって厚い小石がパラパラ降ってきました。やがて小石は灰に変わり薄くなりました。野原はまるで一面ネズミ色になって、灰はちょっとばかり積もり、百合の花はみんな折れて灰にうずまり、空は変に緑色でした。山武取の裾には小さなコブができて、そこから灰色の煙がまだどんどん登っておりました。その夕方、みんなはもう一度山へ登って、新しい観測機械を据え付けて帰りました。それから4年の間に、空母大博士の計画通り、潮汐発電所はイーハ東部の海岸に沿って200も配置されました。イーハ東部をめぐる火山には、観測小屋と一緒に白く塗られた鉄の櫓が順々に立ちました。次の年の春、火山局では次のようなポスターを貼りました。
窒素肥料を降らせます。今年の夏、雨と一緒に硝酸アンモニウムを降らせます。肥料を使う方は、その分を入れて計算してください。分量は100メートル四方につき120キログラムです。雨も少し降らせます。今まで作付けしなかった沼畑も心配せずに植え付けてください。その年の農作物の収穫は気候のせいもありましたが、10年の間にもなかったほどよくできましたので、火山局にはあっちからもこっちからも感謝状や激励の手紙が届きました。ブドリは初めて本当に生きた甲斐があると思いました。それからの5年はブドリには本当に楽しいものでした。赤ひげの主人の家にも何遍もお礼に行きました。牧場の息子と結婚したネリーには可愛らしい男の子が生まれました。ある日、テグス会の男に使われていた男が訪ねてきて、ブドリのお父さんとお母さんの亡くなっていた時の様子、埋葬した場所のことを話してくれました。ブドリはネリたちとそこへ行き、白い石灰岩の墓を建てました。どうも、また恐ろしい寒い気候が今年もやってきそうだ。そうだね。測候所で太陽の調子や北の海の氷の様子から今年の2月に予報を出していたが、今年は拳の花が咲かなかったし、5月なのに10日もみぞれが降りました。僕も何度も気象や農業技師たちとも相談したり、意見を新聞にも出したりしているが、もう6月初めになっているのに、オリザの苗は黄色のままです。樹木も新芽を出していません。これでは私の両親が餓死してしまったあの年と同じことが起こってしまいます。そうだね。その可能性が高い。なんとしたものか。先生、気象の中に炭酸ガスが増えてくれば暖かくなるのですか？それはなるだろう。地球ができてから今までの気温は大抵空気中の炭酸ガスの量で決まっていたと言われるくらいだからね。カルボナード火山島が今爆発したら、この気候を変えるくらいの炭酸ガスを吹くでしょうか？それは僕も計算した。あれが今爆発すれば、ガスはすぐ大循環の上層の風に混じって地球全体を包むだろう。そして下層の空気や地表からの熱の放射を防ぎ、地球全体を平均で5度くらい暖かにするだろうと思う。先生、あれを今すぐ吹かせられないでしょうか？それはできるだろう。けれども、その仕事に行った者のうち最後の一人は、どうしても逃げられないのでね。先生、私にそれをやらせてください。それはいけない。君はまだ若いし。今、君の仕事に変われる者はそうはいない。私のようなものはこれからたくさんできます。私よりもっと何でもできる人が、私よりもっと立派に、もっと美しく仕事をしたり笑ったりしていくのですから。その相談は僕はいかん。ペンネン君に諮りたまえ。いかがでしょう？カルボナードを噴火させるのはいい考えだ。けれども、僕がやろう。僕は今年もう63なのだ。
ここで死ぬなら、全く本望というものだ。先生、けれどもこの仕事はあんまり不確かです。いっぺんうまく爆発しても、間もなくガスが雨に取られてしまうかもしれませんし、また何もかも思った通りにいかないかもしれません。それは、その可能性もあるが。先生が今度おいでになってしまっては、あと何とも工夫がつかなくなると存じます。それから3日後、火山局の船がカルボナード島へ急いで行きました。そこへいくつもの櫓は立ち、電線は連結されました。すっかり支度ができると、ブドリはみんなを船で帰してしまって、自分は一人島に残りました。そして、その次の日、イーハ東部の人たちは、青空が緑色に濁り、日や月が赤金色になったのを見ました。けれども、それから3、4日経ちますと、気候はぐんぐん暖かくなってきて、その秋はほぼ普通の作柄になりました。そしてちょうどこのお話の始まりのようになるはずの、たくさんのブドリのお父さんやお母さんは、たくさんのブドリやネリと一緒に、その冬を温かい食べ物と明るい薪で楽しく暮らすことができたのでした。